メキシコ政府の話によると、これは作り物ではないと認定はされたと言ってましたが、宇宙人が地球に来る場合、肺がんは人間の体に入ってきます。お父さん、今日はなんか早速出てますけど、これ何ですか？これほら、石？ハリーポッターの世界でいう、いわゆる賢者の石みたいでしょ。賢者のなんかね、賢者のなんか杖みたいな。こういう自然の鉱物って実はいろんなね、その悪いものを取ったり、もしくは癒したりっていうパワーがあるんですよ。で、これは特にアメジストなんです。僕が作ったんですけども、先端の方は水晶。で、銅板でこう綺麗に圧着して、そしてまあオパールが乗っかってるっていうやつで、まあ体についてる悪いものとかをこれで綺麗にこれなんていうかな。払っていくと、浄化していくと取れますよっていう魔法の棒です。すごいね。本当の魔法だね。はい。実際使ってたと思いますよ。実際使ってたと思う。そういう昔は、いわゆる魔術系の人たちが使ってたんです。これはちなみにオニキスですね。オニキスは悪いものを退治する石なの。まあ、これを手で握りつつ、水晶でこうやって悪いものを取っていく。これは逆に癒していくみたいな。そんな。じゃあ癒しね。アメジストとオニキスの違い。石のその種類によってね。これはガーネットが乗っかってますけども、石の種類によってそういうことができますよってことで、まあ、作ってるってことですね。宣伝。全然じゃないです。販売はしてないです。販売はしてないんですけども、そういうのを、まあ僕が今学校でね、いろいろな学校、そういうスピーチの学校でやってますけども、その中で使ってる道具をね、たまたまちょっと紹介しようかなと思って、スタジオにあったんですね。スタジオにあったと持ってきました。パワーを。画面越しに皆さんにね、視聴者の方にも。後でサムネで。はい。さあ。こういう話題からいかないとね。そうだね。たまにはね。たまには。なんか変わったこと最近あったよね。あれじゃない？びっくりなニュースね。メキシコで、最近私たちちょっと宇宙人めいてますけど、まあ、宇宙人の遺体が見つかったっていう。白骨化した遺体が見つかったっていう。UFO 研究家が見つけて、メキシコの議会で、これがもう本物じゃないのって話になっちゃった。ことですけども。実際どうなの？お二人はまずどう思いますか？まずじゃあ、あやねさんから。でもなんかすごいリアルだったよね。写真でしか見てないからわかんないですけど、でもなんか、本物だっていうふうには報道されてますよね。まあ実際に、メキシコ政府の話によると、ちゃんと研究家が、調べて、その上で、まあ、これは作り物ではないと。ちゃんと、生きて、まあ、生物と、まあ、骨である。ということで、まあ、認定はされたと言ってましたが、じゃあ、本物だと思ってる。はい。じゃあ。私はロマンとして本物であってほしいと。なるほど。ロマンか。なんかそれがね、それが例えば、あったとした場合に、何かやはり、じゃあ、宇宙人が来ても。地球外生命体と、やっぱこういうコンタクトがもちろんあり。なるほど。はい。やっぱりこうね、何かしらこう、今後の、なんか発展に、つながるのかなみたいなところで。では、ここで私が答え言いましょう。発表。偽物です。そうなんだ。偽物なの？はい。あら。理由が2つあります。まず1つは、宇宙人が地球に来る場合、肺がんは人間の体に入ってきます。まあなんでかというと、人間の体っていうのはこの地球上のその3次元にマッチングして適しているので、まあ人間の体の中に入った方が、まあ、過ごしやすいじゃないですか。宇宙人として。もう適応が早いですもんね。適応が早い。まずそれが1個目ないっていうことと、もう1つは、同じ理由で3次元のこの物質界っていうのは地球は宇宙からすると低いんですよ。はい、言ってましたよね。非常に低い。低いから、まあ、たまにというか、まあ、その人間に転生して入ってくる宇宙人もいれば、宇宙から来る時っていうのもあるじゃないですか。当然。人間に転生しないで。そしたら、それは、そのままの形で来たら、地球では体が汚染されますよね。だから次元を変えていらっしゃるので、来てる場合でも、まあ、人間の目に触れる形は少ない。そういう理由で言うと、あれは少し稚拙かなと。まあ、その宇宙人としてそこにいましたよっていうふうにするには、まあ、宇宙的な観点から見ると、
まあ、かなり幼稚なうんやり方かなって感じです。というのはね、じゃあなんで、じゃあその議会も含めて、そういうことを今、そうこのタイメミングでキシコがなんでそういうふうにしてるかというと、僕はエンターテインメントだと思ってます。国ってたまにやるんですよ。例えば中国で言うと、いや、向こうの山に雪男が出てるとか。はいはい。ね。で、例えば中国の101、気配薬すごいですよとかっていういろんな情報を流して、じゃあ101最初は輸入してるんだけど、みんなが買いに行ったら急に販売やめて、中国でしか売りませんっていうふうになって、まあ、髪の毛が欲しい人としか、もう中国に殺到してっていうことが、まあ実際あったんですよ。それと同じように、メキシコもやはりいろんな話題が欲しいので、メキシコ政府としては、まあそういう話題を流すとね、じゃあそういう、本当の地球外生命体がいるのを見てみようとかね。話題作りになるし、ニュースにもなるし、そこに訪れようと思う人たちが増えると思いません？そうですね。確かに。そういう意味では、エンターテインメント的な要素があるのかなっていう気はします。宇宙人として、まあ、認定するには厳しいかなっていう。だってなんかそもそも宇宙人って骨あるのって感じもしない？確かに。なんか感覚的に。どうしても自分たちが物事を理解しようとするときに、自分たちを基準に考えちゃいますからね。ですよね。そうすると、なんとなく私たちもそこに巻き込まれちゃうんですけども、相手は宇宙人ですからね。確かに。そもそも私たちとレベル違いますからね。確かに。飛んできてますからね。そういう方々がね、地球の検査でね、これ生命体でしたみたいになるのもおかしいのかもしれないなっていう。ましてやとんでもない高度な技術を持ち合わせてるわけじゃないですか。そうですね。だからそのまま消滅するとかね、もしなくなったらね。ね、なんか蒸発しそうですよね。確かに。骨として残るって結構ね。残らないと思う感じがする。まあでもやっぱりね、不思議なものは人間ってね、私たち、なんか地球外のものだと思っちゃうし、ましてやちょっと不思議なものにしがちだよね。そうだね。私がやっぱりね、20代の時にセッションしてる時にはたくさんやっぱりいらっしゃるじゃないですか。はい。その中でやっぱり、小学生ぐらいの女の子だったかな。はるさんって卵から生まれたのとかね。聞くことがいたよね。いました。真面目に。真面目に。卵から生まれたんですかって、しょこさんなんて答えたの？そうね。いやいやいや。すごい夢を壊した。そう言ったんだ。でも何回かあったよね。ありましたね。卵事件ね。卵事件。まあ、そのように皆さんがね、夢をこう語っていくのはね、すごくいいかなっていうふうに思いますけども。で、こういう明るい話題の方が良くない？もっとこうね、世の中こう。誰も傷つけないからね。こういう話題は。ましてや、さっき翔子さんがおっしゃってたように、夢とロマンがあるので、そういう入り口としてね、まあ悪気はないと思うんですよ。決してね。で、実際に僕、メキシコっていうのは UFO 多いって聞いてます。宇宙人からもね。で、実際に UFO 文化があると思うんですよ。で、そういうところをまあ出すわけにいかないので、まあちょっとそういうところでエンターテインメントをして。ニュアンスとか、まあエンターテインメントをしたのかなって気がしますね。あとね、こういう、例えばじゃあ宇宙人って実際じゃあ、コンタクト、いろんな国々ってやってるかってことじゃないですか。現時点でってことね。もうほとんどやってると思うんですよ。アメリカも、ドイツも、フランスもイタリアもね、イギリスも。ただ、日本だけはやってないんですよ。日本は蚊帳の外なんですよ。どうして？なんでですか？なぜか教えてあげましょうか。技術があるからです。日本の方が技術の吸収が早いんですよ。もし、アメリカが、じゃあ、宇宙人来てるよと、日本に紹介して、日本の方が、宇宙人と協定組んだとすれば、おそらくものすごい宇宙人が持ってくる技術の吸収は日本人が早いんですよ。そういう面では、日本人にいろんなことを教えちゃうと、まあ、他の国々が置いてかれるかなって。まあ、皆さんも世界に行かれてわかると思いますけども、東洋人の私たちであって、特には東洋人の中でも日本人の私たちの方が、手付けが細かったり、そうですよね。あとね、その街のインフラなんかもね、細かさはありますよね。だってね、外国人の方が一番ね、日本に今旅行に来て、びっくりするのは、やっぱり、どんだけ街が綺麗なんだっていうところですもんね。あと、食事ね。はいはい。シンガポールとかね、また新しいところもまたさらに、またもっと日本よりも進んだところももちろんありますが、ただ、全体的に見ると日本の技術っていうのは、
とんでもないと思うんですね。ね。やっぱりアメリカ人はどっちかというとやっぱり少し荒めですよね。うんちょっと適当なとこあったりとかするし、中国人はやっぱりその技術の、なんていうかな、技術者の中のレベルの差がちょっと激しいかなって気がします。日本人ってある程度修行という形を取っちゃうので、まあ何ヶ月何年していけばこれになりますよっていうふうに、ちゃんとね、ある一定のレベルまで持っていくじゃないですか。はいそういう文化って僕日本は世界にはないと思う。じゃあ日本人って優秀だから優秀だからこそ、蚊帳の外に。そうなんですよ。うん宇宙人に関しての情報が抜けてたりとかうんすると思います。他にもその、いわゆるもしかすると、世界が、まあ日本以外の先進国がいろんなことをね、決めて動いてても、日本にあまり言わないっていうのもあるかもしれないですね。なるほど。まあ日本の政治家ってやっぱりちょっとリーダーシップがないとか、うん他の政治家に比べてね、意見が弱いとかって言われがちですけど、知らないんだと思うんですよ。うんなるほどね逆に知っちゃうと、なんだって橋本さんとかね、うんああいうふうにこう、わーって騒いじゃって、ちょっとトラブルに巻き込まれちゃう人もいるのかなっていう気もしますしね。はいそういう面では、やはり、日本って、まあ、世界に比べてね、こういう重要な情報がうんあんまりこう、知らされてないかなっていう気はしますよね。なんかでもねもうそろそろそう知らされてないだけでは済まされないようなね時代に入っていきそうな気もしますだって、からね。西麻布で僕が今こうやって喋ってますから。うんってことは、個人が言い始めてるんですよ。間違いない。個人が言い始めてるんで、もうそれがまあ風の時代なんでね。あいわゆるそのインフルエンサーの人たちがこういうふうにまあ広げていきながらね、で実際に先生たちがいろんなことの発言がしやすくなってくればいいのかなと思うし、やはり右へ習え横へ習えっていうその世代が60代、70代だったと思うんですよ。まあ今はもう20代、30代になってくると、個人個人が言っていく時代なので、まあ情報がどんどん入ってきて、みんなで精査してね、まあ、いろんなこと言っていくようになれば、逆にもともと私たちは、頭脳をすごく明晰でね、手先も器用な DNA を持ってますので、はい各国にすぐ追いつき、そしてまた各国をまあリードしていく国になっていくのかなっていう気がしますよね。